もう教授に直接聞かなきゃ気が済まない。あの理論の定義、論理的に見て絶対破綻してるもん。あれ ENTJ 君、君も来てたんだ。気づかなかった。ああ、INTP か。久しぶりだな。久しぶりだね。 ENTJ 君は何目的？あの教授に新しいビジネスでも持ちかけに来たの？ああ、この講演は次なる目標への重要なリソースだ。時間の無駄は許されない。あれ、いつもの覇気がないじゃん。 ENTJ 君が講演後にぼーっとしてるなんて珍しい。俺がこれに関わることに何の意味があるのかと思ってな。ENTJ 君が意味とか言うの初めて聞いたかも。いつも効率とか成果とかしか言わないのに。自分でも驚いてる。だが最近ふと虚しくなってな。目標を立て達成し、また次の目標へ。この先に一体何がある？俺は結局自分が本当は何をしたいのかわからない。久しぶりに会ったお前になぜこんなこと。今日の俺はどうかしてる。あ、なるほど。つまり ENTJ 君も人間だったというわけだね。おい、どういう意味だ？あはは、いつも完璧すぎて機械みたいだからさ。あのさ、ENTJ 君って今まで自分の意思で目標を選んでたと思ってたでしょ？何を意味不明なこと。当然だろう。俺は常に最適な選択をしてきた。実はそれがそもそも間違いっていうか勘違いなんだよね。 ENTJ 君が選んでたんじゃなくて ENTJ 君の脳がこれが最適って自動判断してただけっていうか。自動判断？つまり ENTJ 君は今まで自分の脳のアルゴリズムに従ってただけ。 ENTJ の脳ってさ、構造的に外の世界での成果ばかりを追うように作られてるんだよね。でも自分自身が本当に何を望んでいるかはずっと後回しにされ続けるって設定になってる。俺自身が本当に望んでいることか。お前は大学時代からいつもそうだな。そんな抽象的なものに何の意味がある？あはは、でもさ、これって逆説的なんだけど、真に効率的な人生を生きるためには一見非効率な自分の内側の探求にこそ最短ルートが隠されてることがあるんだよ。何？人生の最適化のためには最も重要な変数、自分が本当に何を求めているかを計算に入れなきゃいけないってこと。俺は自分の内側を戦略の要素として考えたことは一度もない。いいだろう、まだ予定には時間がある。お前の言う理論とやらでこの構造的欠陥とやらがどう説明できるのか聞かせてもらおうか。あはは、その上から目線、大学時代と全く変わってないね。お前も相変わらず失礼だな。あはは、じゃあ今回は ENTJ の認知機能スタックを一緒に解体してみようか。概要欄に過去のシリーズも貼ってあるから気になったら他のも見てみてね。じゃあまずいつものおさらい。 ENTJ の認知機能スタックを説明する前に知っておいてほしいのは、人間には8つの心のパターンがあるってこと。それぞれ N と S、T と F っていう MBTI の2文字目と3文字目の4つの文字で視覚機能と判断機能と呼ばれてる。それぞれに内向的か外向的かの2パターンあるため合計8種類。8つか。で、それが俺の空虚さとどう関係する？あはは、焦らないで。人間はこれら8つのパターン全てを全員持っているんだけど、人によって自然に使えるものとそうでないものが生まれつきある。より自然に使えるものを思考というんだけど、当然思考するものに自分のエネルギーを最も費やす傾向がある。わかった。非効率な方は避けるということだな。そう、例えば ENTJ 君も利き手は自然に使えるけど、利き手じゃない方で文字を書くのはめちゃくちゃ疲れるでしょ。自然と利き手を使う時間の方が増える。で、その偏りが問題の原因と、次は？ちょっと待って、まだ説明途中なんだけど。結論を先に言ってくれた方が効率的だ。あはは、相変わらずせっかちだね。でも今回ばかりは順番通りに聞いてもらわないと意味ないんだよ。ENTJ 君の理解したが実は理解してない可能性もあるから。何？順を追って説明するから今回ばかりは我慢して。わかった。続けろ。あはは。で、これらの機能を使いやすい順に並べたものを認知機能スタックと呼んでいて、この順番により人間の性格や行動がある程度パターン化するというのがユングのタイプ論や、そこから派生した MBTI の基本的な考え方なんだ。なるほど、面白い仮説ではある。だから俺が無意識に選ぶ行動パターンも決まっていると。そしてその順番が俺の構造的欠陥の原因だと。そういうこと。全くさすがに結論把握が早すぎるよ。じゃあ ENTJ は具体的にどういう順番なのか見てみよう。 ENTJ 君の心の利き手、つまり式のは TE、 外向的思考。外向的思考か。TE はね、外の世界を論理的に管理最適化する能力なんだ。 ENTJ 君が目標を立てて最短ルートで達成するのはこの TE のおかげ。当然だろう。目標があるなら最も効率的なルートを選ぶ。それ以外に選択肢はない。それが TE の最大の強み。ゴールまでの最適解を瞬時に見抜く力。最適解か。
ENTJ 君って混沌とした状況でもじゃあこうすればいいってパッと道筋を示せるでしょ。ああ、問題の構造を整理すれば答えは自然と見える。それが TE なんだよね。他の人がどうしようって迷ってる時に ENTJ 君はすでに ABC の順でやればいいって答えを持ってる。当たり前だと思っていたが、それが俺の特性なのか。主機能は当たり前すぎて空気みたいな存在だから自分で認識するのが難しい。 TE が強い人は無駄を排除して結果を出すことに特化してる。だから ENTJ 君はどんな混乱した状況でも冷静に次の一手を打てる。で TE のもう一つのすごいところはシステム化が得意なこと。システムか。例えば ENTJ 君がこのプロジェクトを成功させるって決めた時、必要なリソース、タスク、期限、役割分担全部をシステムとして設計できるでしょ。ああ、それが最も効率的だからな。それが TE の天才性なんだよね。他の人がなんとなく頑張るで終わるところを ENTJ 君は確実に達成する仕組みを作れる。そう言われると悪い気はしないな。あはは、自覚してなかったでしょ。これが ENTJ 君の最大の武器なんだよ。でもね、この TE には強みゆえの盲点もあるんだ。盲点だと。TE は外の世界を完璧に管理できるんだけど自分の内側は管理できないの。どういうことだ。 TE は結果と効率を最優先するから自分が本当に何を求めてるかっていう心の声を無視しちゃう傾向があるんだよね。例えば ENTJ 君がこの目標を達成すれば成功だって決めた時、本当にそれが自分の望みなのかって立ち止まって考えたことある？いや、目標は達成すべきものであって疑問を持つものではない。それが TE の視点なんだよね。TE は外の基準で目標を設定するから、社会的に成功してるか数字で測れる成果があるか、そういう外の指標が全て。成果が出てるならそれで十分だろ。確かに TE だけ見ればそうなんだけど、問題は TE が自分の内側を見ないことなんだよ。ENTJ 君がさっき言ってた虚しさって TE が外の目標ばかり追いかけて自分が本当に何を求めてるかっていう心の声を無視した結果なんだよ。つまり俺は外の成功を追い求めるあまり自分自身を置き去りにしていたと。まあそうなるね。 TE は世界を変える力を持ってるけど自分を理解する力は持ってないから。だから ENTJ 君はどれだけ成功してもこれは本当に自分が望んだことなのかって疑問が消えないんだ。俺の最大の武器が同時に最大の盲点にもなっていたわけか。ENTJ 君に限らず認知機能ってそういう表裏一体の性質があるんだ。TE は最強の実行力だけど同時に自己理解の盲点でもある。だが待て、俺は外の基準だけで目標を決めてるわけじゃない。ちゃんと将来のビジョンを見据えて行動してる。ははは、話が早くて助かるよ。まさに今 ENTJ 君が言ったのが ENTJ の補助機能の役割なんだ。それが NI、 内向的直感。内向的直感。補助機能ってのは主機能の周りをうろうろしながらサポートする機能って感じ。 ENTJ 君の場合は TE がご主人様で NI が参謀って感じかな。 NI はね、未来を予測して本質を見抜く力。 ENTJ 君がこの先こうなるはずだって確信を持てるのはこの NI のおかげなんだよね。確信か。確かに俺にはこの方向に進めば成功するという直感がある。それが NI、 表面的な情報の奥にある本質的なパターンをつかんで、だからこの未来が来るっていう予測ができるんだよね。つまり俺の先見性は NI から来てるのか。そう、 ENTJ 君の TE は目標を達成することが最優先でしょ。で、その TE がどの目標を選ぶべきかって迷った時に NI がこっちの方が将来性があるってアドバイスする。理にかなってる。でもね、ここが問題なんだよ。何が問題なんだ。 ENTJ 君の NI は TE にとって最適な未来を予測するんだけど ENTJ 君自身が心から望む未来を見せてくれるわけじゃないの。どういう意味だ。例えばね、 ENTJ 君が次のビジネス目標を考えてるとき NI はこういうわけ。 A 案は成長率が高い、 B 案は安定性がある、 C 案はリスクが低いって。そういう分析は得意だ。でしょ。で ENTJ 君はその中から最も論理的に正しい選択肢を選ぶ。当然だろう。でもその時にさ、どれが一番やりたいかとかどれが一番ワクワクするかとか、そういう自分の気持ちって考えたことある？気持ち、目標は達成すべきものであってワクワクするかどうかは関係ない。それが ENTJ の TE-NI ループなんだよ。 TE が最も効率的な目標はって聞いて NI がこれが最適ですって答える。で TE がよし、じゃあこれをやろうって決定する。何も問題ないように聞こえるが。でもその会話の中に ENTJ 君自身がいないんだよ。俺自身がいないか。ENTJ 君は論理的に正しい目標を完璧に達成してる。でもそれが自分が本当に望んだ目標だったかどうかはわからない。さっき ENTJ 君が言ってた自分が本当に何をしたいのかわからないって感覚、まさにこれなんだよ。
TE と NI が強すぎて自分自身の声が聞こえなくなってる。俺の脳は世界を最適化することには完璧だが、自分を理解することには無能ということか。無能っていうか設計されてないって感じかな。俺の内側を理解する機能は存在しないのか。いや、ちゃんと ENTJ 君はその機能も持ってるんだけど、ただその前にもう一つ説明しておきたい機能があるんだ。もう一つ。それが3番目の機能 SE 外交的感覚。これを理解すると ENTJ 君の計画が崩れる理由も見えてくる。計画が崩れる。それは聞いておく必要がありそうだな。続けろ。あは、これは第3機能って言うんだけど、あんまりうまく使えない機能なんだよね。うまく使えない。 SE はね、今この瞬間の現実を捉える力なんだ。目の前で起きてること、リアルタイムで変化する状況、五感で感じる現実、そういうのを捉える力。つまり SE は TE と NI が立てた完璧なビジョンと計画を今この瞬間に現実として実行する力がある。実行か。 ENTJ 君が計画を立てるだけでなく、実際に動き出すのが早いのはこの SE のおかげ。物理的な環境を即座に感知して必要な行動を打てる。ああ、理論で終わらせるつもりはない。即座に行動に移すのが当然だ。でもね、ここが第3機能のちょっと面倒なところでさ。第3機能は子供っぽい機能って言われたりするんだ。使うと心地いいんだけど、やりすぎたり衝動的になったりしやすい。衝動的。俺がか。TE と NI は基本的に長期計画が好きでしょ。でも SE は今目の前の刺激に反応する。ENTJ 君、計画になかったのについ高価なものを衝動買いしてしまったとか、一か八かの賭けに予定より多くのリソースを投じてしまったとか、そういう経験ってない？ないとは言い切れないな。だがそれは計算されたリスクだ。あはは、TE はそう言いたがるよね。でもね、それは TE/NI の長期的な抑制が少し緩んだ瞬間に今目の前の楽しさに飛びつこうとする SE の子供っぽい顔なんだよ。でもこの SE が一番重要になるのは計画が崩れた時。どういう意味だ？ TE/NI のビジョンはあまりにも完璧すぎて現実の予期せぬ変化に対応しにくい。計画通りにいかないと ENTJ 君ってすごくイライラするでしょ。効率が損なわれるのは許しがたい。あはは、だよね。そのイライラを乗り越えて今この瞬間の現実を素早く捉え直して状況に合わせて TE の計画を即座に修正することが SE の健全な役割なんだ。これがうまく使えないと ENTJ 君は計画が崩れるたびに現実から目をそらして TE/NI の理想の世界に閉じこもる傾向が出る。そしてね、ここまで解説してきた TE、NI、SE は全部外の世界を見る機能、そして唯一 ENTJ 君の内側を理解する機能、それが4番目の劣等機能なんだ。劣等機能。俺の構造的欠陥の核心だな。ENTJ 君が今抱えてる空虚さの原因、それが認知機能スタックの最下層劣等機能の FI、 内向的感情だよ。 FI っていうのは自分自身の純粋な価値観とか心の底から湧き上がる好き嫌い、つまり自分にとっての真実を司る機能なんだ。自分にとっての真実だと？そう、主機能の TE が外の世界で何が正しいかを見るのに対して FI は自分の心の中で何が心地よいかを見る。でも ENTJ 君の認知機能スタックではこの FI が一番下にある。つまり脳の設計上最も意識しにくくて最もノイズとして処理されやすい場所に配置されてるんだよ。効率を追求する上で個人の感情など不確定要素でしかないからな。あはは、まさにその思考が欠陥を生んでるんだよ。ENTJ 君の TE と NI は外部の目標を次々と攻略していく最強のエンジンだけど、それはどこへ向かうかというガソリンを自分で作ることができない。だから世間が言う成功や数値目標を借りてきてそれを自分の目的だと思い込むことでエンジンを回し続けるしかないんだ。借り物の目標というわけか。そう、だから目標を達成して外部の報酬が手に入った瞬間にエンジンが止まる。その時一番下の FI が「ねえ、これ本当にやりたかったことを?」って弱々しく問いかけてくるんだよね。これが ENTJ 君が言っていた空虚さの正体だよ。否定はできんが、達成した瞬間に次の目標を探すのは効率的な時間活用だと思っていたが、実はその問いから逃げていただけかもしれん。あはは、 ENTJ 君がそんなに素直に認めるなんて相当来てたんだね。でね、この FI が劣等機能だともう一つ厄介なことが起きるんだよ。なんだ？ストレスが溜まりすぎた時に FI が暴走することがあるの。これを FI グリップって言うんだけど。 FI グリップ？普段 ENTJ 君は TE/NI で論理的に動いてるでしょ。感情は抑制して効率を優先して。ああ。でもストレスが限界を超えた時、普段抑えてる劣等機能の FI が突然爆発するの。爆発？
例えば完璧な計画が何度も崩れたり、どれだけ頑張っても成果が出なかったり、周りから理解されないと感じたり、そういう時に突然誰も俺を理解してくれない、俺は本当は何がしたいんだ、このまま何もかも投げ出したいって感情的になることってない？普段 TE で効率、NI で未来ばかり見てるから、限界を超えた時に未熟な FI がお前は自分の本当の気持ちを無視してるって暴れ出すの。なるほど。俺の空虚さが突然襲ってくるのは FI の反乱だったというわけか。そういうことで、 FI グリップ中の ENTJ は普段なら絶対しないような行動をとることがあるんだよ。例えば過去の失敗を延々と思い出して自己嫌悪に陥ったり、俺は誰からも理解されない孤独な存在だって思い込んだり、突然全部投げ出したくなったり。全く身に覚えがないとは言えんな。あはは、ちょっと想像できないけど、でもね、これは脳が疲れてるサインなんだよ。疲れてる。 FI グリップはシステムエラーみたいなものなんだよ。 ENTJ 君の脳は TENI っていう高性能エンジンで動いてるでしょ。でもそのエンジンを動かすための燃料がずっと補給されてなかったの。だから限界が来た時に突然エンジンが止まって燃料不足ですってエラーが出る。それが FI グリップ。俺は燃料切れを起こしていたわけか。そう、だから FI グリップに入った時は素直に燃料を補給する時間が必要なんだ。今何を感じてる？本当は何が辛い？って自分の内側を見る時間。そうすれば FI は暴走せずにまた落ち着いて TENI モードに戻れる。そしてそれを日常的にやることであらかじめ燃料切れを予防できる。なるほどな。私の劣等機能の FE もそうなんだけど、感情系劣等機能がグリップに入ると扱いがめちゃくちゃ難しくてさ。だからそうならないように定期的に気を配ってメンテナンスしてあげなきゃダメってこと。人生の最適化のために自分自身の望みを計算に入れるということか。正解。さすが結論把握が早い。非効率に見えるけど、これが間違った目標に全速力で走るっていう最大の無駄を防ぐ唯一の最短ルートなんだよ。お前の理論は相変わらず尺に触るが、規定できない一貫性があるな。それ褒めてんの？んでさ、いつもであればここで INTP ちゃんお得意のお悩み解決コーナーをやるところなんだけど。何を言ってる。俺の疑問はもう解決した。あとは実行あるのみだ。だよね。そもそも花から ENTJ 君に私のアドバイスが必要なのかって話だったし。一応参考にはしてやる。ところで一つ聞きたいことがある。お前はなぜ俺の思考パターンをここまで理解できる？思えば学生時代からお前は俺の論理の穴を危機として指摘する悪癖があった。しかも忌々しいほど的確にだ。単なる理論の理解のレベルを超えてる。あはは、悪癖って。でも実はそれめちゃくちゃ面白い話があってさ。面白い話？ENTJ 君と私って認知機能が完全に真逆なの。真逆？ ENTJ 君は TE、NI、SE、FI、私は TI、NE、SI、FE。全部機能の順番は同じなのに内向と外向が反転してる。確かに。つまりどういうことだ？つまりね、ENTJ 君の最強の武器が私の最大の弱点で、私の最強の武器が ENTJ 君の最大の弱点なんだよ。例えばさ、ENTJ 君の TE は外の世界を効率的に動かすのが得意でしょ。でも私の TI は自分の内側の論理を完璧に理解するのが得意なの。ENTJ は目標を立てて外の世界を動かすのは得意だけど、自分の内側の論理構造を分析するのは苦手。逆に INTP は内側の論理構造を完璧に理解するのは得意だけど、それを外の世界に実装するのが壊滅的に苦手。お前が分析だけで終わるのはそのせいか？あはは、そうそう。私が分かった。でも動けないってなってる時、ENTJ 君はじゃあこうすればいいって即座に動ける。お互いの論理の穴が見えやすいんだよね。例えばだけど ENTJ 君が市場データによればこの戦略は 80% の成功率がある、よって採用するって決断をした時に、私であれば待って、その成功の定義は、その 80% のサンプルは今回の状況と前提条件が同じ、そもそも市場データの収集方法にバイアスはという視点から検証する。なるほど。前提条件が異なれば結論も変わると指摘するわけだな。その通り。一方で、例えば私が理論的にはこのアルゴリズムで完全最適化が可能だと判断した時に、 ENTJ 君はでそれを実装するのに何年かかる？開発コストは？現在のシステムとの互換性は？と突っ込む。当然だ。実装方法も必要なリソースも期限も示せない理論は単なる頭の中のお遊びだ。お前の分析は完璧だが、それを形にする力がない。あはは、耳が痛い。あとね、もっと面白いのが NI と NE の関係。NI と NE。 ENTJ 君の NI は一つの未来に収束する力。これが正解だって確信を持てる。私の NE は無数の可能性に拡散する力。あれもこれもありえるって考えちゃう。
だからお前はいつも優柔不断なのか。あはは、ひどい。でもそういうこと。でも逆に言えば ENTJ 君が一つの正解に固執して他の可能性を見逃しそうな時、私の NE がでもこういう視点もあるよって示せるんだよね。確かにお前は俺が思いつかない角度から物事を見る。鼻につくほど的確に。あはは、嬉しいような複雑なような。でね、一番面白いのが第3機能と第4機能の関係。 SE と SI、FE と FI か。ENTJ の第3機能は SE、 今この瞬間の現実を捉える力。 INTP の第3機能は SI、 過去の経験やデータを蓄積する力。時間軸がずれてるのか。そういうこと。 SE は今、 SI は過去。だから ENTJ は今すぐ動こうって即断即決できるけど、 INTP はでも過去のデータから見るとって慎重になる。お前が俺の計画に疑問を呈するとき、それは SI が過去の似たパターンを参照してるからか。そういうこと。逆に ENTJ の SE は INTP が過去のデータばかり見てるときに今の現実はこうだって引き戻せる。なるほど。で、最後が感情機能。 ENTJ の劣等機能はさっきも言った FI で内向的感情。これは自分が本当に何を感じてるかを理解する力。俺が最も苦手とする領域だな。で、INTP の劣等機能は FE、外交的感情。これは他人がどう感じてるかを理解する力。つまり俺は自分の感情が分からず、お前は他人の感情が分からない。あはは、そうなんだけど、ここが面白いところでさ。面白い。私は場の空気とかみんなの気持ちは全然読めないんだけど、個人の論理構造の分析を通じて内側の感情を解析することは得意なんだ。どういうことだ。私の TI は論理構造を読むのが得意でしょ。だから例えば ENTJ 君が論理的には正しいはずなのになぜか躊躇するとか、数字的には最適なのになぜか選ばないみたいな論理的矛盾を起こした時、ああこれは感情が動いてるんだなって逆算できる。なるほど。お前は他人の感情を論理で解析してるのか。そういうこと。私は今この場の空気は全く読めないけど、時間をかけてこの人はなぜこう行動したのかを分析すればその人の内側の深い感情にアクセスできる。で、ENTJ 君の場合は特に分かりやすいんだよね。何。だって ENTJ 君は普段完璧に論理的に動くから、論理的矛盾が起きた瞬間にあ、これ FI だってすぐ分かるの。俺の感情がシステムエラーとして検出されているわけか。あはは、まあそんな感じ。でも私が理解できるのは一貫したパターンで動く人の感情。一貫したパターン。例えば ENTJ 君みたいにいつもこう動くっていう基本パターンがある人、その人が今日はいつもと違うって時に何が原因で変わったのかを分析できるの。なるほど。お前にとって俺は予測可能な論理システムだからそのエラーを検出しやすいというわけか。そういうこと。逆に毎回気分で動く人とか一貫性がない人は私には全く読めない。だから私と ENTJ 君は2人とも感情面では壊滅的なんだけど、一緒にいると意外と機能するんだよね。つまり俺とお前は4つの機能全てにおいて方向が真逆だが、だからこそ互いの盲点を完璧に補完できると。そう、だから ENTJ と INTP はミラクルフィットすることもあるし、次元爆弾みたいな関係になることもある。どう転ぶかわからない危うい関係なんだよね。そこが認知機能の面白いところっていうか。周りにかなってる。ところでお前、最近は何してるんだ。大学で働いてるわけじゃないんだろう。ああ、私何してんだろう。記事書いたり映像の仕事を受けたり、あと最近は YouTube とか。 YouTube。まあ趣味みたいなもんだけど。それで生活が成り立つのか。まあ成り立つ時と成り立たない時がある。まったくお前はなんでその能力をもっと効率的に使わないんだ。いやー、こういう生き方が一番楽なんだよね。お前のその非効率な生き方、いつ見ても理解できんな。あはは、でも ENTJ 君の効率的な生き方も私には理解できないよ。お待たせいたしました。これよりプレスカンファレンスを開始いたします。関係者の方は奥の会議室へお越しください。あ、やっと来た。まずプレカンか。予定時刻を15分過ぎてる。個別でアポ取ってたんだっけ。これからプレカンならさらに待たされるだろうね。ああ。行かないの？帰る。時間が守れないやつと仕事をする気はない。せっかくアポ取ったのに。時間管理ができない人間はプロジェクト全体を遅延させる。最初の15分が後々の3ヶ月の遅延につながる。あはは、なるほど。でもそれが正解だと思うよ。あの理論破綻してたもん。やはりな。じゃあ私も帰ろっかな。お前、教授に質問するんじゃなかったのか。なんかもうどうでもよくなっちゃった。お前のそういうところ本当に理解できんな。あはは、だって ENTJ 君と話してたらもう満足しちゃったんだもん。お腹鳴っちゃった。生理現象だもん。しょうがないじゃん。中華寄って帰ろうっと。中華。
ここの近くに私が行きつけの中華があってさ、チャーハンが激うまで今ハマってんだよね。腹は減ってる。俺も行く。あはは、行こう行こう。